まこなこです。2023年10月の11日に発売されるトータルウォーファラオ。これの評価レビューを述べていきたいと思います。プレイ時間は37時間ぐらい。英語があまりわからない段階で調べつつのプレイとなっています。発売日前のバージョンで遊んでいるため、発売日以降と比べてもしかしたら若干内容が変わってしまう部分もあるかと思いますが、その点はご了承ください。クリアまで遊んでの評価レビューとなっています。遊んだ勢力はエジプト側のラメセスとなっています。なお事前にメーカーからコードを受け取ってのプレイとなってますので、その点ご了承ください。それでは早速見ていきましょう。まずトータルウォーを語る際に一番問題となるものは日本語がないという問題。今回も当然のごとくありません。そして今までのトータルウォーシリーズを遊んでいればある程度遊べるっていうのが今までのトータルウォーシリーズだったのですが、今回ちょっと英語である程度把握できてないと難しくなってしまうような要素が多かったような気がします。様々な仕組みが導入されているんですが、そこで理解ができてないと辛い展開が続いてしまうみたいなことがありましたので、ある程度は英語ができないと厳しい部分もあるかと思います。今までのトータルウォーシリーズ遊んでいて問題ないと思っていても、多少なりともちゃんと内容を確認して英語を把握して遊んでいく必要性があるかと思います。特に今回はそのような感じを強く受けました。今回のトータルウォーのファラオに関しては、時代が古代エジプト、紀元前1200年前後、そのあたりをテーマにしています。なかなか日本人からすると古代エジプトについて知るということがないために、歴史的な知識が欠けていると楽しむことが難しいみたいなことも多少はあるかと思います。ゲーム的にはいつものトータルウォーなので、同じような感覚で遊んでいけば当然ゲームとしては楽しめるんですが、より雰囲気を味わったりとか、また様々なエジプトの建築物、もしくはその土地の特徴、そうしたものを把握していた方が当然ゲームの様々なシステムが、これはこういうような歴史をテーマにした部分でこういうシステム作ってるんだなとか、そうしたことが分かりますし、また建てる建造物、それに関してもピラミッドであったりとかオベリスクであったりとか、古代エジプト知ってる方であれば、この時代の建物はこんな感じだなとかね、考えながらじゃあこれ作ってみようとか、そうしたことも把握しながらね、楽しむことできると思いますが、全く知識がないとそこら辺の楽しみが欠けてしまうとなりますので、今回のこのファラオを遊びつつエジプトを何かしら一冊本読んで学ぶとか、そういう感じでもいいですし、事前に本読むのも良いですし、何かしら知るきっかけがあって、もしくは知っていて、それで遊んだ方がより楽しめるのかなと思います。私も遊ぶ前に1冊2冊の本は読んでますので、それでようやく把握できたような状況です。今回チュートリアルが用意されていて、マップ中で遊びながらチュートリアルが流れてくる。選べるのはもうラメセス、それしか選べないような状況で、その勢力で遊んでいくことになるのですが、難易度的にもイージーと同じような難易度で、そしてチュートリアルが流れてきて、その説明読みながら、当然英語ですけれども、もしくは別の言語ですけれども、それを見ながら遊んでいける。多分最後の方まで遊べるようなチュートリアルになっていると思いますので、今までのシリーズのように、途中まで例えば戦い方を説明しておしまいとか、そういうようなことではなく、マップを楽しみつつ要所要所で説明が出てくる、そのようなチュートリアルになってますので、このチュートリアルに関してはゲームの楽しみ方を把握できるだけでなく、新たに追加された仕組みなどをしっかりと把握できるような状況になってましたので、このあたりのチュートリアルの充実は良かったのではないかと思います。このトータルを大きく分けて、マップ中で動かすストラテジー要素と、戦闘画面になって動かす戦術要素的なもの、タクティカル要素、その2つが分かれていると思いますが、まずストラテジー要素の方、紹介していきたいと思います。やはりいろんなルールがあるので、そのルールを把握するのがまず大変というのが一つあるかと思います。過去のシリーズやってればある程度似たような仕組みがあるので、なんとなく理解できるのですが、特に今回はアウトポストが結構な役割を果たしていて、ユニットをアウトポストに入れることによってプラスアルファが得られるみたいなことがあります。なのでアウトポストの活用をよく分かってないと不利益を被ってしまうみたいなパターンが多いと思います。このアウトポストが重要であるからか、敵もアウトポストを積極的に壊してくる。そこがストレスになるのかなという気がします。あっさりと壊されるものですので、敵に壊されてまた作り直して、だけれどもまた敵に壊されてみたいな繰り返しが多く起こります。敵は倒していけばいいじゃないかと思うかもしれませんが、敵は
特定の勢力以外のもの、それもちょこちょこと湧いてきてしまってマップ外から現れたりとかしてしまいますので、その対応がかなり苦労するのかなと思います。特に逃げ回ってしまうようなね、敵もいますので、追いつかないとか、そうしたこともありますので、そのあたりで、特にアウトポストが重要であるからこそ、より過去のシリーズと比べて対応が困難になっているような気がします。とはいえ、アウトポストに兵を入れるとか、そういうようなこともできますが、バランス的にそこまでする余裕があるのかどうかというような問題も出てきますので、このあたりはプレイヤーの腕次第によってしまうのかなという気もします。なかなか把握できてないと、そのあたりの対応が難しく、それによって辛い展開が続いてしまう。他にもエジプトの特有の要素として、季節によって大きく生産性が変わったりとかしますので、そのあたり細かく把握しようとすると、より難しく感じてしまいます。逆にあまり考えずにやってしまうと、遊べることは遊べるんですが、もしかしたらこのね、ゲームの魅力を少し損なってしまうような遊びになってしまう可能性もあるので、どこまでがっつりやるか、それによって難しさであったりとか、逆にこのゲームをどこまで深く楽しめるかが変わってくると思います。あまり考えなくても遊べることは遊べますが、やはり徐々に内容を把握していった方が、より戦略的な楽しみを得られると思います。続いて戦闘画面のタクティカル要素。これに関してはもう過去のトータルウォーシリーズとほぼほぼ変わらないので、同じような感覚で遊べるかと思います。この点に関しては操作性も一貫してますので、英語がわからなくても同じような操作をすれば問題なく遊んでいける要素の一つになっています。トータルウォーとしては時代が一番古い時代ということもあって、扱える兵器がかなり地味なのかなと。他のトータルウォーシリーズだと巨大な兵器とか出てきたりとか、もしくはモンスターが出てきたりとか、この系統のシリーズ、歴史をテーマにしたトータルウォートロイでもダウンロードコンテンツで大きなユニット出てきたりもしましたので、そうしたのがまだ発売の段階ではないこともあって、戦いの面での見た目の豪華さみたいなものは乏しいのかなと思います。だけれども今後ダウンロードコンテンツ予定されていて、もしかしたらそこでエジプト絡みの何かしらの大きなユニットとか出てくる可能性もあるかと思いますので、それ実際あるかどうかわかりませんけれども、そうした部分を期待するんであれば、また違った楽しみが得られるかもしれません。そこら辺はまた今後の情報待ちかと思います。すでにダウンロードコンテンツいくつか予定されてますので、その中にそうしたものがあれば良いかなと。トロイに関しても後で出てきたバージョン、そこでダウンロードコンテンツによって巨大なモンスターみたいなものが登場しましたので、エジプトの神をテーマにした何かそうしたものが出てくるのかどうか、そこら辺が興味深いところ。今現在だとエジプトの神とかもそこまで大きな要素ではなく、単純に選んで、ユニットをそこに配置して、ユニットが何かしらプラスアルファ得られるとか、そうした要素のみになってますので、今後巨大ユニットなどもあるかどうかもまた注目したいところです。このゲームがかなり厄介なものと感じる理由としては、海の民というものが出てきて、それが何度も何度も出てきて、そして街を荒らしていく。これがものすごく辛かったかなという気がします。当然それに対する対応するのがこのゲームの肝なのですが、やはりちゃんと作った街を壊されるというのはね、なかなか辛いものがあったので、そのあたりでもしかしたらストレスを溜めてしまうような人も多いのではないかと思います。この時代を表すには、そうした海の民というものが現れて苦労したというような歴史的な背景があったりとか、いろいろありましたので、歴史的には当然適したような流れになってますけれども、ゲームとしてはそこら辺が辛く感じる。特にあまりゆっくりやってしまうと、その海の民がどんどんと強い兵器を携えて襲ってくる。それで蹂躙されてしまうという可能性もあるので、そしてそれはだんだんとターンが経つごとに強くなるので、途中までやってもう無理になってしまうみたいなパターンも出てくるかと思います。私も一回プレイを途中で断念してまたやり直して、なんとかクリアまでとなりましたので、もしかしたらそのあたりで苦々しい思いをね、される方もいるのかなと。だけれどもこの時代のエジプトを描くという点では、それもまたなるほどと思えるような内容かもしれません。最後の大きな山場みたいなものがちょっと乏しいので、そこら辺でのやりきったみたいなところはなかったのですが、うまくその海の民をしのぎつつ、また歴史的建造物を作りつつ遊んでいくというのが、もしかしたらこのファラオの楽しみ方なのかもしれません。トータルウォーシリーズ、日本語がない、もういつものことですが、こればかりはどうしようもないのかなということで、なんとか英語で
頑張って理解を進めて遊んでみてください。私もこのゲームによって古代エジプトについて知る機会を得たので、その点だけでも良かったのかなという気がします。今後のダウンロードコンテンツで神をテーマにした何か大きなものがね、来れば良いかなとも思います。すでに簡単ではありますが、ゲーム実況を上げてるほか、過去のトータルウォーシリーズ様々ゲーム実況を上げてますので、興味ありましたらそれらも合わせてご覧いただけたらと思います。参考になったようでしたら高評価いただけたら幸いです。ではでは。